こんにちは、阪急道場弓矢さんです。はい、今日は弓矢さん近くの東京大学赤門からですね、弓矢さんまで朝散歩にこれから行きたいと思います。はい、ぜひご覧ください。はい、ということで東京大学本郷キャンパスの赤門の前にやってきました。はい、よくテレビで見る東大赤門、ここですよ。はい、実はですね、弓矢さんから歩いてだいたい10分ぐらいでこちら来ることができますので、私ねよく来るんですが、もしですね弓矢さんにお越しいただく方、はい、歩いて10分ぐらいで来れますので、ぜひ来てみてください。非常におすすめです。はい。で、ちなみにこの場所はですね、よく動画の撮影のインタビューとかテレビの取材とかで、ここ本当に人が多いんですよ、日中。はい。で、私今歩いているのは、朝の6時半とかね、それぐらいなんですが、はい、この時間帯はね、人がいないので非常に、いいです。はい、ということで、東大赤門から弓矢山まで、はい、朝散歩行ってみたいと思います。ゆっくり歩いていきます。はい。この前もこの赤門の前でなんかねインタビューみたいのしてましたね。なんか有名ななんか YouTuber の方なんかな、なんかねインタビューしてました。英語でなんかインタビューしてましたね。はい。でこの東京大学本郷キャンパスはですね、学生さん以外でも自由に出入りすることが可能となっております。なので私結構このね東京大学キャンパスに遊びに来るんですが、はい、いつもはこの門から入ります。はい、平日、午前7時、そうですね。はい、平日だと朝7時から空いてますね。特に夏場などは、結構朝一来るのおすすめですよ。ワンちゃんとかのね、お散歩コースにもなってますね。あとちなみにもうすぐ入試ですね。入試の時は、入場規制しておりますので、ちょっと注意してください。1月13、14、もうすぐですね、入場規制になります。はい。ということで、いつもはこの赤門は閉まっているので、こちら赤門の手前の門から、キャンパス内入ることができます。はい。学生さん以外でも自由に入れますので、はい、ぜひ行ってみてください。東大の中はですね、非常に緑豊かで、本当におすすめです。もう都心じゃないみたいな、ちょっとね、静けさがあります。はい。で、特に、東京大学の中、キャンパス内の中でおすすめなのは、三四郎池というですね、夏目漱石の、小説の舞台にもなった三四郎池がございます。はい、ここはですね、鯉とか亀がですね、非常に多く生息していて、本当にびっくりするぐらい鯉とか亀が寄ってくるんですよ。はい。なんかちゃんとね、飼育されてるみたいなんですかね。非常にね、そういうのが楽しいなと思います。で、三四郎池の周りぐるっと、一周、ウォーキングコースにもなっておりますので、結構この高低差があるウォーキングコースなので、非常に人気がありますね。うん、いつも行くとですね、学生さんが歩いてたり、観光の方が歩いてたりします。はい。で、あと東京大学で、おすすめなのは、実はですね、弓道場があるんですよ。弓道場。はい。で、結構ですね、行くたんびに学生さんが弓引かれてますね。はい、間近でそれをね、見学とまではいかないですが、ちょっと覗いてみることが可能となっておりますので、そちらもおすすめです。はい。で、そのね、一つ注意点なのは、その、弓道部のね、学生さんたちが練習している姿は、写真ですとか動画は撮らないように、お願いします。なんかね、ノーフォトとかって書いてあるんですが、結構珍しがってね撮られる方多くいらっしゃるんですが、はい、それはねちょっと控えていただくように、はい、私からもお願いいたします。
はい、ということで、はい、どんどん歩いていきます。はい、この辺りね、本郷三丁目駅、東京メトロ丸の内線の本郷三丁目駅の近くですので、スターバックスコーヒーですとか、あとサイゼリヤですね。はい、大好きなサイゼリヤもあります。はい、学生街なので、飲食店多いですね。ラーメン屋さんだったりとか、はい、そういうのもあります。はい、ただ一つね、本郷三丁目にできてほしいのが、マクドナルドがないんですよ。はい、なのでね、マック作ってほしいなって思うんですが、できませんかね。マックできたら私ね、毎日のようになんか行きたいななんて思うんですが、学生さんもね、マックとかできたら便利なんじゃないかなって思うんですけどね、この辺マックがないっていうのでね、できたらいいなと思います。はい、ということでここが本郷三丁目のね、交差点になります。はい。非常にね、日中はね、交通量が多い交差点になりますね。はい、渡ります。はい。三原堂というですね、さっき和菓子屋さんありましたが、ここも非常に老舗の和菓子屋さんになります。はい、季節のね、和菓子ですとか洋菓子も置いてありますね。焼き菓子ですとかチョコレートのお菓子もあります。結構贈答品にもってこいですね。場所もいいですね、ここね。はい、ということでそのまま進んでいきます。では最近私の買った自転車についてちょっと話そうかなと思います。はい、最近ですね、私電動自転車2台目買ったんですよ。はい、実は今主に使っているのはブリヂストンのビッケという自転車なんですが、もう1台ですね、パナソニックのベロスターというですね、ちょっと小型の電動自転車買ったんですよ。それがですね、本当に街乗りには最適で、ビッケと比べるとちょっとまた用途が違うんですが、ロードバイクというか、ちょっとロードバイクっぽい感じで、車体が非常に軽くてですね、で、ギアも7段まで変えることができるので、結構ね、重いギアにすると、本当にスピード出てですね、軽々、街乗りができるんですよ。このね、パナソニックのベロスター、本当にいいですね。で、結構、街中見ると、ベロスター乗ってる方も非常に多いですね。本当に人気車種だと思いますよ、パナソニックさんの中で。で、私、ね、パナソニックさんの電動自転車初めてだったんですが、本当にね、充電の持ちもいいですし、良かったです。一言で言うと良かった。で、価格もですね、10万円ちょっとで買えるので、電動自転車の中では比較的、安価に買えるので、それも良かったですね。だから普及しているのかなと思いました。はい。で、私、ベロスターですね、ヨドバシ焼き場で、購入しまして、本当ね、ヨドバシ焼き場って、本当に親切にしてくれるお店で、カゴとかも取り付けてくれますし、もちろんね、最初のいろんなメンテナンスとかもしてくれるので、もうそのまま、そこで買って乗って帰りました。はい。で、そのね、ヨドバシ秋葉地下にですね、電動自転車試乗できるスペースがあるので、そこで本当にいろんな自転車試乗できるんですよ。もう本当そのサービスも非常にいいですね。なのでね、いろいろそこで試乗させていただき、じゃあもう、せっかくなのでこれ買いますって買ってきたんですが、本当に買ってよかったです。はい、皆さんは電動自転車とか乗られますか、普段？はい、都内に住んでると本当に自転車一つあれば結構遠くまで行けますよね。はい、私はですね、この本郷三丁目に住んでいるんですが、結構新宿まではスイスイと行っちゃいますね。はい。ですとか、浅草とか、はい、この前はスカイツリーの方も、はい、行きました。なのでね、いろんなちょっと遠出して、その景色などを、この動画でお届けできればと思いますので、今後またいろいろ行ってみます。はい、ということで、話しているとね、もうすぐ弓矢さんの近くになってきました。はい、弓矢さんですね、本郷三丁目の駅から徒歩3、4分ではあるんですが、
ちょっとこの辺細い道とかが多いので結構迷われる方いらっしゃるんですが、この大型コインランドリーピエロをちょっとだけ進んで、はい見えてきますよ。はい、ピエロコインランドリーピエロを進んで、ここをですね、ちょっと細い路地なんですが、ここを右に、はい右に曲がります。左折します。はい、この道ですよ。この道ね、結構ね、分かりづらくて申し訳ないんですが、本当ね、このローカルな場所に弓屋さんあるんですよ。はい、だんだんと見えてきました。はい、右手に見えるこのオレンジ色の建物、はい、こちらが弓屋さんになります。はい、東大赤門からだいたい歩いて10分ですとか10分ちょっとで到着できる場所となっております。はい、ということで弓屋さん、はい、到着です。はい、ということで東京大学赤門から弓屋さんまで到着しました。はい、ぜひですね、こちら本郷3丁目とかにね、お越しの際は、東京大学超絶おすすめですので、行ってみてください。はい、もしですね、この動画いいねと思ったらグッドボタン、はい、あとはチャンネル登録していただければ嬉しいです。はい、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。